はい、皆さんこんにちは。今日ちょっと発表することがありまして、なんと、ヴィレッジヴァンガードさんから、僕、直木マンションと NASA とのコラボグッズが発売されます。パチ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 。グッズ展開はこのようになっているんですけど、9月26日、今日から受注開始になります。今回もデザインは結構自信があって、かっこよく仕上がっているので、気になる方、ぜひチェックしてみてください。いや、聞いてくださいよ。僕、心霊現象とかほとんど体験したことないんですけど、この前ちょっと不思議なことが起きて、普通に夜遅くに友達2人とゲームをしていたら、急に違う友達から LINE が来て見てみると、なんかエレベーターの監視カメラの映像が送られてきたんですね。で、僕が何これって聞いたら、お分かりいただけただろうかって書いてきて、なんか違和感ないって言われたんですね。で、まあ、ゲーム一緒にしてる友達2人にその動画を送っても、みんな分からないっていうので、いや、ごめん分かんないわって言ってその動画を送ってきた本人に聞いてみると、どうやらなんか冒頭一瞬光るんですけど、そこにドクロっぽい顔が映るって言っていて、それ聞いて僕もスローモーションにして見たりしたんですけど、結局分からなくて、ただ、それから1時間後ぐらいに、その動画を送ってきた友達が、急にパニックになってしまったらしく、なんか号泣、急に涙がめっちゃ出てきて、で、脳内にごめんなさいごめんなさいっていう感情だけが湧いてくるって言ってくるんですね。で、まあ僕もゲームが終わって、ちょっと電話してみると、本当に泣いてて、ごめんなさいっていう感情が頭にずっと流れてくるっていうんですね。で、それ聞いて僕、これもしかして憑依なんじゃないって思って。というのも、その送ってきた動画っていうのが、その友達の実家のマンションの監視カメラの映像を自分でスマホで撮ったものなんですね。どうやらその友達曰く、そのエレベーターに監視カメラが設置されてから、なんか怪しいものが撮れないかなと思って、何回かスマホで動画を撮っていたらしいんですね。で、その実家のマンションっていうのが、遺伝口っていう形状だったらしいので、まあそれが関係してるのかわからないですけど、その友達自身も結構前に軽いパニック障害みたいなことを体験していたそうなので、またそれが盛り返したのか、実際のことはちょっとわかんないんですけど、とりあえずその映像があるので、ちょっと霊感とかある方がいたら、実際に見て何かあったらちょっと教えてほしいので、とりあえず見せますね。まあ普通に再生したものがこちらになります。こちらですね。一瞬光りますよね。で、まあそれから普通にただの監視カメラのエレベーターの監視カメラの映像なんですけど、今のではちょっとわからなかったと思うので、その友達がドクロの映ってる瞬間を止めて、解像度を変えたり、フィルターなどをかけたりして、ちょっとそのドクロを見やすくしてくれたんですね。その工程を今画面録画して見ているんですけど、わかりますかね？左下の方に、確かにドクロっぽい顔が浮かんでくるんですよね。まあ普通に人間のね、見間違いだとは思うんですけど、確かにちょっとドクロっぽくは見えるんですよね。ちょっとゾッとしますよね、これ。まあその友達っていうのが共感覚っていうものを持ってまして、なんか色がすごい見えるらしいんですね。普通の人より色の違いが見えるらしくて、なのではっきりとドクロが見えたらしいんですけど、まあなんかこの映像からなんか感じるものがあったら、ぜひコメント欄に書いていってください。金星に生命の痕跡か。いつもワクワクさせて、その後何の進展もないから何とも言えないニュースがまた出てきましたね。なんとハワイとチリにある電波望遠鏡で金星の上空にある雲を観測したら、ホスフィンと呼ばれるガスを発見したんですね。このホスフィンが驚きで、ホスフィンは死に至るほどの有毒ガスなんですけど、第二次世界大戦では化学兵器として使われていたんですね。この有毒ガスが作られるのは、地球では人間や微生物の生命からともう一つ工業生産なんですね。なのでそうなると生命か施設なのかがなきゃおかしいってことになりますよね。しかもちょっとじゃなくてかなり濃い濃度のホスフィンが見られたそうです。研究者たちが金星にある成分でホスフィンが育成可能なのかコンピューターデータに落ち込んで計算してみたところ、なんと生命がいなければホスフィンが存在するのは不可能だという結果を導き出したんです。じゃあ金星に住むことが可能なのかってちょっと期待しちゃいますよね。確かに金星は地球の兄弟惑星と呼ばれるほど地球と似ている星なんですね。そして金星は数十億年前は海も広がっていて地球のような環境だった可能性があるんですけど、今では表面温度は480度で表面気圧は地球の90倍以上もあるので一瞬で溶かされて潰れちゃいます。ただ金星を覆う熱い雲に生命が存在する可能性はあるとされているので、もともと表面にいた生命が過酷な環境から脱出するために雲に引っ越したのかもしれないと。とりあえず何かが金星にホスフィンを供給していることは確かだそうです。いつになったらこういった超難解なミステリーって解決されるんですかね。いつになったら
そもそも時間は存在するのか。みんな時間って何っていう質問に答えられますか？確かに感じますよね。5秒の体感と1時間の体感は明らかに違うので、その違いが時間なのか。当たり前すぎてあまり考えたことはなかったかもしれないですけど、一旦みんなが持ってるこの時間の概念をちょっとどっかに置いといて、これからの話を聞いてください。じゃないとちょっと本当にぶっ飛んでて複雑な話なので、わけがわからなくなります。大昔の人々は太陽と星の動きを見て1日24時間、1年365日という暦の概念を生み出し、時計が発明され、時間というのはみんな平等に流れるものだと考えられていました。ただ、1915年、アインシュタインのおかげで時間に対する概念がもっと複雑になってきました。時間は確かに存在しているけど、人によって流れる速度が違うということが分かったんですね。これが相対性理論ですよね。テレビで分かりやすい例があったので、ちょっとお見せしますね。床から光が噴出する装置があるとして、上にたどり着くまで1秒かかるとします。これを高速で移動するジェット機に乗せて、外からその様子を見てみると、ジェット機が高速で移動しているので、斜めに光が伸びているように見えるんですね。真上じゃなくて。その様子を、今度は地上にある装置とジェット機に乗せられている装置、同時に噴出してみると、面白いことが起きるんです。なんと、地上では1秒経って光が上に到達するのにもかかわらず、外から見ると宇宙船の光は1秒経ったところでもまだ上に到達していないんですね。なぜならジェット機は高速で移動しているので、光は真上じゃなく斜め上に行くので、移動する物体の時間がゆっくり流れるようになるんです。この空間と時間の複雑な関係に注目されたんですね。アインシュタインはスペースタイム、空間時間と呼んでいました。どうやら空間をどれぐらいの速さによって動くかによって時間の感じ方がそれを見ている人からすると変わってくることに気づいたんですね。なので例えばみんなが光の速さの半分の速度で走るクソ速いジェット機に乗っていたとしたら、みんなは時間の感じ方が変わらないんですけど、爆速で飛んでいるジェット機を外から見ている人にはみんなの時間の流れ方がゆっくり流れるように見えるんです。ただお互いの視点では時間の流れが一定なので、お互いの時計は正確なんですけど、相手と比べた時に初めて違いが生まれてくるんです。光の速さに近づけば近づくほどみんなの時間の流れがより遅くなっていきます。どうやら空間と時間は相対的で、僕が動かず全くじっとしていると時間は緩やかに一定で流れるんですけど、僕が爆速で空間を高速に移動すると時間が遅くなり始めると。実際に双子の宇宙飛行士で1年間宇宙で過ごしたスコット・ケリーは双子のマーク・ケリーよりほんの少し若いことになるんですね。逆に言うと光は時間を体感しないと言います。めっちゃかっこよくないですかこれ。光は時間を感じない。ただ物事はもっと複雑になっていきます。アインシュタインの考えによると、ビッグバンの瞬間全てが形成されたというんですね。この全てというのは本当に全てです。今までの全てだけではなく、これからの未来のことも過去のことも全てもう存在しているということになるんです。そこで出てくる面白い説がブロックユニバース。みんなの人生がもう全て最初から最後まで決まっているとしたらどうします？もしかしてこの世の中は誰かが映画の再生ボタンを押したところから始まって、みんなはそれを眺めているに過ぎないかもしれないという説。どういうことかというと、空間って一方通行じゃないですよね。まっすぐだけでなく後ろも向けるし、右も左も。それを時間に置き換えてみてください。いろんな空間があるように、いろんな時間の空間も存在するということなんです。11時のこの人がいて、11時5秒のこの人がいて、11時30秒のこの人がいて、日時と空間がセットだということですね。縦横奥行きが3次元で、それに時間を加えた空間の世界が用意されていて、みんなはそのレールの上を映画のように体験しているのかもしれないという。なので時間というものは存在していなく、全て今の違うシーンを体験していることになります。この世界がキューブ型で、この中にみんなが体験した過去の出来事、未来の出来事が全て入っている感じで、奥がビッグバンってどんどん近年の出来事になっていく感じ。そうするとなんか全てが決まっているようでちょっと悲しいんですけど、結局未来と過去はみんなの記憶の中でしか存在しないものなんでしょうか。そしてなぜか時間というのは一つの方向に向かって進みますよね。これを時間の矢と言って、空間はいろんな方向に行けるのになぜか時間は一方通行。これとこれ
どちらが前か後かみんなわかりますよね。卵は落とすと割れる。嵐が来ると街が荒れる。液体を水に垂らすと広がる。なぜか時間が進むにつれ物事がカオスになっていく法則があるんですね。これは熱力学第二法則でいうエントロピーの増大と言います。エントロピーというのは簡単に言うと乱雑さを表す物理量という意味です。つまり時間が経つにつれ秩序ある状態から無秩序な状態へと進化していく法則があるんですね。138億年前、ビッグバンが起こる前はおそらく秩序の取れた安静な状態だったと言いますよね。そこから一気に超新星爆発し、乱雑さを増し、ガスが形成され、星が集まり、銀河ができ、僕たちが誕生して、どんどんエントロピーが増大していきました。確かに、当たり前すぎて疑うことはないかもしれないんですけど、この世の中の法則で、割れた卵が元通り秩序ある状態に戻ることは絶対にないですよね。もしかしてそんな法則が働く世界がどこかにあるのかもしれないですけど、僕たちは絶対このエントロピーが増大する世界から抜け出せないですよね。なぜ増え続けるんでしょうか。まだ見てないけど、クリストファー・ノーラン最新作のテネットが多分そのエントロピーと関わってそうな映画ですよね。早く見て。ここからさらに複雑になっていきます。このエントロピーというのは減ることなく増え続けるので、情報と同じようなことかもしれないという説があります。記憶というのは情報が足されることによって形成されますよね。過去を知るには何かしらの体験をして、その情報が足されて記憶を形成する必要があります。つまりエントロピーの増大ということですよね。なので意識が存在しているのは、このエントロピーが増大する世界に住んでいるからなのかもしれないです。そう考えると、時間がなければ変化もなく、意識も形成されない世界だということになります。さらに深まる時間の存在。この中で過去を体験したことある人いますか？逆に未来を体験したことある人いますか？何十年生きてきたから過去を体験したよって思う方もいるかもしれませんが、その何十年体験したっていうのはみんなが今頭の中で思い浮かんだだけで、結局全て今体験してることになりますよね。ただ寝ている間って時間を体験することはないじゃないですか。ということが、意識が時間を体験させるものなんでしょうか。先ほどのアインシュタインのブロックユニバース、もう過去も未来も全てが同時に存在しているという説につなげると、時間というのは意識というフィルターを通して無限というものを見た時に体感するものなのかもしれないです。なかなか意識がぶっ飛ぶような発言ですよね、これ。言い換えると、全ての現象が同時に起こることを防ぐために時間が存在しているのかもしれません。めっちゃ面白くないですか、この考え。例えば映画のシーン全てが並べられていて、それがいっぺんに感じることは、できないじゃないですか。なので意識というフィルターはそれを並べ替える作業、順番にする作業なのかもしれないです。頭では過去や未来を想像することができるんですけど、なぜか頭で今を体感しようとするとなかなかできないんですよね。逆にスポーツでゾーンに入っている時とか、瞑想をしている時とか、頭で考えていない時に今を体感するんですね。今を体感しようとすると思考が逆に止まってしまうんです。アインシュタインはみんながもう何十億年間死んでいると考えているそうです。なんならまだ生まれてもいないと。この発言やばくないですか？みんなはもうとっくに死んでいる。なんならまだ生まれてもいないと。まだ方法は見つかっていないけど、ある視点から見たら過去、未来、起こる現象が全て見ることができるようになるかもしれません。意味がわからなすぎて何言ってるかわからない人のためにちょっと例えを出すと、僕はこの視点から見てます。ただちょっと動いてこの視点からも見れます。逆にこっちに動いてこの視点からも見れます。時間も全く同じようなことができると。映画に置き換えると、みんなは最初から再生ボタンを押して最後まで見ますよね。ただ途中で一時停止してもいいし、一番最初に戻してもいいし、クライマックスまで飛ばしてもいいし、ただこのディスクの中に全ての情報がすでにあるように、世界もそれと同じかもしれないです。それだとみんなが同時に死んでいてもいいし、まだ生まれていなくてもいいし、生きていてもいいし、全てが同時に存在していることになるんですね。どうですか皆さん。ちょっと時間っていうもののいろんな説を紹介してみましたけど、普段ね、あんまり考えることないかもしれないですけど、いろんな視点から見ると結構面白いことが見えてきますよね。でもちょっと複雑すぎて、考えてると本当気持ち悪くなる。何なんですかね、この壮大すぎることを考えるとなんか気持ち悪くなるんですよね。宇宙のこととかを考えるとうえってなりますよね。なんかね、ちょっと時間に関する下ネタで最後落ち着けようかなと思ったんですけど、ちょっと猫ちゃんがね邪魔してくるので、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。